こんにちは、京子ニッツです。今回はご一緒にトーアップのレースソックスを編んでいきましょう。スニーカーサンダルに合うソックスです。特にかかとを丁寧に説明するので、ぜひお付き合いください。コートレッグはストライプのレース、かかとはショートローです。ショートローは比較的小さなかかとになるのですが、レースは伸縮性があって、伸びた方が模様がよく綺麗に見えるので、ショートローのかかととは相性がいいと思っています。まず、ターキッシュキャストオンで作り目して、つま先をぐるぐる輪に編み、増減なしに甲と底を編みます。甲側だけレースです。底はメリヤスになっています。ここまでが甲と底ですね。次にかかとを編みます。かかとはソックスの輪の半分の目を往復編みで編みます。かかとが終わったらまた輪に戻って増減なしにぐるぐるとレッグカフを編みます。最後は伸縮性のある伏せ止めをして完成です。それでは材料と用具を説明していきます。今回使った糸は中細ソックヤンを合計約 55g、コットンコンの伸縮性のある糸を使いました。伸縮性のある糸は編むときテンションがかかるので少しきつめに編み上がって履くと伸びて模様がよく見えるのでレースソックスとは相性が良いです。でももちろんウール糸で編んでも全く問題ありません。私もいつもウール糸でレースソックス編んでいます。針は日本サイズ1号または海外サイズ 2.5mm、80センチ程度の輪針です。マジックループの手法で編みます。あと使うものは取り外しできるオープニングマーカーを2つ。今回このオープニングマーカーがいい仕事をします。かかとの付け根に大きな穴が開かないようにするのに使います。引っ掛けるタイプのマーカーだと外れてしまって悲しい思いをする可能性があるので、できれば閉じられるものを用意してください。それから閉じ針とメジャー赤物差しを使います。では説明していきますね。それでは編んでいきましょう。まずつま先です。ターキッシュキャストオン、トルコ式作り目の方法で輪針の各針に12目ずつ合計24目作り目します。12回巻きます。ターキッシュキャストオンのみの動画もあるので概要欄にリンクを書いておきますね。12回巻けました。巻いた糸が緩まないようにしっかり指で押さえながら作業します。まず下の針を引き抜いて針にかかっている糸を目として編んでいきます。しっかり指で押さえます。この糸を目として編んでいきます。12回巻いたので12目編むことになります。巻き始めの糸を緩まないようにしっかり指で押さえて編んでいきます。あと少しですね。最後の部分、糸をしっかり持って押さえて編みます。最後の1目は外れそうですが、これを1目として編みます。そして最初の糸と今編んでいる糸が交差していると思うんですが、この交差を外れないように指で押さえながら作業します。で、ひっくり返したら今コードにかかっている方の糸を目として編んでいきます。ずっと押さえながら作業します。もし作業中にどこかで糸が緩んでしまったら最初からやり直してください。
このターキッシュキャストオンは緩みやすいので、慣れている方でもやり直すの普通だと思います。そして細かい部分はいろんなやり方があると思うので、慣れている方はお好きな方法で編んでみてください。ずっと編んでいきます。こちら側も12目になります。あと2目ですね。最後の目。これで編めました。作り目ができました。この全部で24目をぐるぐると輪に編んでいきます。では、ここでこの動画内で使うチャートの紹介をしますね。画面の下の方にチャートを出しています。一般的な日本のパターンである編み図は、作品全体を一つの図として表しますが、この動画内では1週か2週の編み方をお知らせするので、チャートと呼びますね。まず最初の週では、今2つの針にかかっている12目ずつ全部で24目をずっと表目に編みます。下のチャートはそのことを表しています。かける2というのは12目を2回編むという意味です。では、1周ずっと表に編みます。ずっと表目に編んでいきます。各針にかかっている12目ずつをすべて表目に編みます。ちょっと編みにくいですが、ゆっくり編んでいきましょう。これで最初の12目が編めました。そしたら返して、残りの12目を編みます。最初の1目は引き締めて緩まないようにすると良いですね。ここでちょっと引き締め気味にして編みます。表目を12目編みます。編めました。これで最初の週が編めました。ここから増やし目をしていきます。正確には各針の両端の目と一目内側の目の間の糸を拾ってねじり増し目をします。チャートはこのようになります。2週1組で最初の週で増やし目をして次の週ではずっと表目を編みます。各針にかかっている目の編み方が同じという意味で ×2 がついています。では編んでいきます。まず表1目、次に左ねじり増し目、そして次10目表目を編みます。で、これはこの針にかかっている目の最後の目の1目手前まで1目残して編むと10目になります。これで10目。次、右ねじり増し目をします。そして表目を1目編みます。
これで元12目だったので、2目増やして14目になりました。反対側の針も同じように編みます。まず表目1目、それから左ねじり増し目、そして最後の1目手前まで表目、右ねじり増し目と左ねじり増し目はどちらか編みやすい方に統一して編んでも大丈夫です。最後の1目残すところまで表目を編み、次右ねじり増し目、編めました。そして次表目、これで1周目が編めました。こちらも14目になっています。次の1周はずっと表目を編みます。ずっと表目です。最後まで表目。最初の針が編めましたね。もう片方の針も同じようにずっと表目を編みます。あともう少しですね。ずっと表目を編みます。最後の1目、これで編めました。ここでどちらが最初に編む方の針かわかるようにオープニングマーカーで印をつけておくと良いです。つま先を編んでる時ってどっちが先に編む方の針だったかわからなくなりがちなんですよね。なので最初に編む方の側にオープニングマーカーをつけます。どうしてもやらなきゃいけない作業ではないです。こうやってつけておくと安心です。以降は今編んだ2周と同様に増やし目をする周、ずっと表目を編む周の2周のセットを各針にそれぞれ30目になるまで繰り返していきます。次の周を編んでみますね。増やし目の周ですね。表目を編んで、左ねじり増し目。そしてこの針の最後の1目手前まで表。針に1目残るまで表目を編みます。編めました。そして右ねじり増し目。そして最後表目。
編めました。これでまた2目増えています。もう一方の針も同様にまず表目を編んで、それから左ねじり増し目、針に1目残るまでずっと表、1目残るまで表目を編みます。そして右ねじり増し目、最後表目。これでこちらの針も編めました。各針に16目ずつになっています。次の週はずっと表目を編む週です。最後までずっと表目を編みます。2周目が編めたところです。増やし目をしたところはこんな感じになっています。こちら側も。このようにして各針に30目になるまで増やし目していってください。各針に30目になるまで増やし目できました。こちら側も30目になっています。これでつま先は完成です。ではコート底に進んでいきましょう。コート底を編んでいきます。今後説明するときの間違い防止のため名前を付けますね。一つ目の針にかかっている輪の前半の目は甲側で N1 の目と呼びます。N はニードルの N です。二つ目の針にかかっている輪の後半の目は底側で N2 の目と呼びます。N1 の目、N2 の目ともに30目になっています。画面の下にチャートを出しています。2周を1セットとして1周目、N1 は甲側なのでレース模様を編みます。N2 は底側なのでずっと表目を編みます。セットの2周目は N1 も N2 もずっと表目に編みます。では編んでいきます。まず N1 から。N1 のレースの模様は6目の模様です。6目の模様を5回編んできますね。表、掛け目、右上2目一度、左上2目一度、掛け目、表。この6目です。表、掛け目、右上2目一度、左上2目一度、掛け目、表。これを繰り返します。表、掛け目、右上2目一度、左上2目一度、表。これを N1 ずっと繰り返します。あと少しですね。編めました。目数は30目のままです。そして N2。
N2 は底側なのでずっと表目を編みます。ずっと表目を編みます。N2 が編めたところです。次はずっと表目の周です。ずっと表目を編みます。ずっと表目ですね。掛け目も表目に編みます。これでアイレットができてきますね。レースの穴のことをアイレットと呼びます。ずっと表目です。これで N1 が編めました。こんな感じになっています。アイレットが見えますね。そして N2 はまたずっと表目です。表目を編みます。N2 が編み終わりました。これで2周の1セットが編み終わりました。このセットを繰り返して編んでいきます。何セットか編んだところです。これを繰り返して編んでいくんですが、どれくらいまで編んでいくかというと、希望する底丈から5センチ引いた長さまで編んでください。2周目の表目だけの周で終わるようにしてください。時々長さを測りながら編み足していくと良いと思います。引き続き編んでいきます。マーカーはもう必要ないので外しますね。つま先から測って希望する底丈から5センチ引いた長さまで編めました。2周目の表目だけの周で終わっています。なぜ5センチ引いた長さまで編むかというと、これから編むかかとが5センチの長さになるからなんです。なのでここでコート底は終わりです。編めたら何セット模様を編んだか数えておきましょう。アイレットの数を数えておけば大丈夫です。ソックスはもう片方も同じに編みたいので、何セット編んだかメモしておいて、もう片方を編むときは長さを測るのではなく、メモしたところまで編むようにすると良いと思います。ではかかと入ってきます。まず完成の形を見てくださいね。かかとは N2 の目だけを往復に編みます。その間 N1 の目は休めておきます。前半引き返し編みで編む目を減らしながら山形に編みます。後半は編む目を増やしながら編んでいきます。引き返し編みはジャーマンショートローの方法を使います。単品の動画があるのでリンクを概要欄に書いておきますね。編み始めます。まず準備として N1 を1段編みます。甲の1周目と同じ模様を編みます。掛け目2目1度のある周です。表、掛け目、右上2目1度、左上2目1度、
かけ目、表。この6目を繰り返します。表、かけ目、右上2目一度、左上2目一度、かけ目、表。こんな感じですね。一段編めました。ではここからかかと入っていきます。かかとの1段目になります。まず段1、表30目、最後までずっと表目を編みます。かかとはチャートにするとかえって直感的にわかりにくいので、編みながら音声で説明するのと同時に画面に文章式の説明を出します。文章式の説明はスペースを少なくするため略語を使っています。略語の判例は概要欄に書いてありますので見てみてくださいね。文章式の説明はパッと見わけがわからないと思いますが、かかとはチャートよりも文章の方がパッとわかりやすいです。慣れてくると文章式の説明だけ見れば編めると思います。30目、最後まで編めました。編み地を返して段2を編みます。まずジャーマンショートローのダブルスティッチを作ります。滑り目して糸を手前から向こう側に持っていって引っ張ってダブルスティッチを作ります。緩まないようによく引いて、そして手前に糸を持ってきて裏目を29目編みます。この針の最後まで編みます。このかかとを編む間、前の甲の目はずっとコードに置いて休めておけるので、輪針はとても便利ですね。と裏目を最後まで編んでいきます。最後まで編めました。一番右にダブルスティッチがあります。ここですね。で、ここにオープニングマーカーをつけておきます。このダブルスティッチの2本の糸を中に入れるようにしてつけます。こんな感じですね。これは後からかかとの付け根のところに大きな穴が開かないようにするためにしている作業です。では段3に行きます。また表を見て編みます。ダブルスティッチを作ります。滑り目して糸を手前から向こう側に持っていって引いてやります。ダブルスティッチができます。緩まないように引いてやって、そして先ほど作ったダブルスティッチの手前まで表目を編んでいきます。先ほど作ったダブルスティッチの前の目まで表目に編んでいきます。
このダブルスティッチですね。この前まで表目に編みます。編めました。また一番右側にダブルスティッチがあります。ここにもオープニングマーカーをつけてやります。コードの方に移すとつけやすいです。ダブルスティッチの目につけるので、糸を2本の糸をマーカーの中に入れてください。2本ね。こんな感じです。では引き続き編みます。編み地を返して段4になります。まずダブルスティッチを作って、そして糸を手前に持ってきて、先ほど作ったダブルスティッチの手前まで裏目を編みます。今マーカーをつけたダブルスティッチの前まで裏目を編みます。あと少しですね。あと3目かな。編めました。そして編み地を返して、またダブルスティッチを作ります。段5ですね。ダブルスティッチを作って、先ほど作ったダブルスティッチの手前まで表目。こうやって編む目を減らしていきます。そして両側にダブルスティッチが溜まっていく感じになります。ダブルスティッチの手前まで表目です。もう一目ですね。そしてまた編み地を返して、今度段6です。またダブルスティッチを作ります。ダブルスティッチが3個できてますね。そして先ほど作ったダブルスティッチの手前まで裏目です。なんか編み地が見づらくてごめんなさい。あと少しですね。
あと1目ですね。ダブルスティッチの手前まで編めました。ダブルスティッチが左側に2個、右側に3個ありますね。今編んだ段5と6をあと7回繰り返して段20まで編むとこのような形になります。裏側から見て左針にダブルスティッチが9個、右針に11目通常の目があり、その右にダブルスティッチが10ある状態になります。そして編み地を返して段21、表を見て編みます。まずダブルスティッチを作って、ダブルスティッチの手前まで表を編みます。ダブルスティッチの手前まで表目を編みます。そして10個のダブルスティッチをそれぞれ1つの目として編みます。表目に編みます。目を落とさないように。これで1個編めました。2個目、3個目、4個目、5、6、7、8、9。最後の目はマーカーが入っている目ですね。ちょっとマーカーが邪魔なんですが、マーカーを引っ張ると逆に編みやすかったりもするので、このまま編んでしまいます。これで10個目ですね。こんな感じになっています。そして編み地を返して段22になります。まず浮き目。浮き目というのは手前に糸を置いて滑り目するのを浮き目と言います。浮き目をしてダブルスティッチの手前まで裏を編みます。ダブルスティッチの手前まで裏目。編み地が見づらくてごめんなさい。ここまででダブルスティッチの手前まで編めました。そして10個あるダブルスティッチを裏目で編んでいきます。目を落とさないように1つ目、2つ目、3つ目、見づらいですね。ごめんなさい。ダブルスティッチを裏目に編んでいきます。あと少しですね。最後のダブルスティッチはマーカーが入っています。このまま編んでしまいます。編めました。
編み地を返して段23です。滑り目して表目を20目編みます。ここから後半になりますね。あと少し。これで20目編めました。そしてまた編み地を返します。段24になります。またダブルスティッチを作って糸を手前に持ってきて裏目を11目編みます。11目編めました。また編み地を返します。段25になります。ダブルスティッチを作って今度は先ほど作ったダブルスティッチの手前まで表目、ここまでですね。そしてダブルスティッチを表目に編み、引き続いてもう一目表目に編みます。こんな感じ。そしてまた編み地を返して段26です。ダブルスティッチを作って先ほど作ったダブルスティッチの手前まで裏目、ダブルスティッチの手前まで裏目を編みます。ここまでですね。そしてダブルスティッチを裏目に編みます。で、引き続いてもう一目裏目に編みます。段27です。ダブルスティッチを作ってダブルスティッチの手前まで表、ダブルスティッチの手前まで表目を編みます。編めましたね。そしてダブルスティッチを表目に編み、もう一目表目に編みます。できました。そしてまた段28、ダブルスティッチを作って先ほど作ったダブルスティッチの手前まで裏目を編みます。ダブルスティッチの手前まで裏です。
こまでですね。そしてダブルスティッチを裏目に編み、もう一目裏目に編みます。こんな感じ。最後に編んだ段27と28を繰り返して編んでいきます。そうすると編む目がだんだん増えていって、この両側の普通の目が全部処理されていくことになります。段42まで編むことになるんですが、そうするとこういう状況になります。裏から見て、左から29目通常の目があり、その右に DS が1つある状態になります。編み地を返して段43になります。ダブルスティッチを作って、先ほど作ったダブルスティッチの手前まで表目を編みます。これがかかと最後の段になります。どうですか？かかと、ショートローのかかと難しかったですか？意外と編めたんじゃないでしょうか。ダブルスティッチの手前まで表目です。一段一段編んでいくとね、意外と編めるんじゃないかなと思います。ダブルスティッチの手前まで表目。ここまでですね。そしてダブルスティッチを表目に編みます。かかと完成です。引き続いてレッグを編んでいきますが、レッグの最初の周でオープニングマーカーに入っている糸の処理と、最後に作ったダブルスティッチを表目に編むという処理をしていきます。ではレッグに入っていきましょう。レッグでは最初の1周表目だけを編みます。その時にこのマーカーに入っている目の処理と N2 の最初にあるダブルスティッチの処理をしていきます。まずこの最初の目と一緒にオープニングマーカーに入っている目を一緒に編んでしまいます。3目1度みたいな感じですね。まず滑り目、最初の1目を滑り目して、それからマーカーに入っている2本の糸、これをまず右針に入れます。そしてそれを左針に移して、で移した目を表目に編みます。2本の糸を一緒に編みます。編めたら最初に滑り目した目を編んだ目にかぶせます。これで3目1度みたいな感じにして一緒に目を編めました。そして表目を編んでいきます。この針の最後の1目手前まで表目を編んでいきます。そして最後の1目ともう一方のオープニングマーカーに入っている2つの目を一緒に編みます。これも先ほどと同様に3目1度みたいな感じで編んでいきます。これでね、かかとの付け根のところに大穴が開くのを防ぐことができます。最後1目まで編めましたね。で、まず滑り目して、オープニングマーカーに入っている目をまず右針に移して、そして左針に移し、
写した目を編んで、最初に滑り目した目を編んだ目にかぶせます。ちょっとフレームアウト気味でごめんなさい。こんな感じですね。N1 が編めました。では次 N2 をずっと表目に編むんですが、一番最初にダブルスティッチがあります。なのでこのダブルスティッチは一目として編みます。ちょっと分かりにくいけれど、この最初の2つの糸筋がダブルスティッチなんですよね。これを表目に編みます。すみません、ちょっと苦戦してフレームアウトしてしまっていました。これで編めました。で、以降はずっと表目に編みます。これで甲側は最初から編んでいるレース模様がずっと続いている感じになりますね。最後まで表を編みます。編めました。これで以降はレース模様をずっとぐるぐると編んでいくことになります。もうオープニングマーカーも外して大丈夫です。ソックスの形ができてきましたね。引き続き編んでいきます。以降は N2 の針の目にもずっとレースを編んでいきます。チャートを画面に出しています。この2周で2組の模様を10回繰り返して編んでいきます。もう慣れ親しんだ模様ですよね。この6目の模様を1周10回編んでいきます。こんな感じです。1周編めたところです。かかとの方にもレース模様が入っています。以降は N1 とか N2 とか分ける必要がないので、ちょっと安心ですね。あとはぐるぐると編んでいくだけです。何周か編んだところ、模様のある周の次にメリヤスだけの周を編むのを忘れないでくださいね。2周セットの模様を10セット編んだらレッグが完成です。このかかと側からアイレットの数を数えると何セット編んだかすぐよくわかりますね。カフを編んでいきます。カフはねじり目の1目ゴム編み、これを10周編んでいきます。ねじり目を1目、裏目を1目、これをずっと繰り返していきます。まずねじり目1目、次裏目、この繰り返しです。ねじり目、裏目、ねじり目、裏目、ねじり目、裏目、これを繰り返します。こんな感じです。1周編めたところ、ねじり目の1目ゴム編みは繊細な印象になるので、
レースソックスのカフにぴったりだと思っています。大好きでよく使います。ちょっと編むのは時間かかるんですけどね。そしてこれが10周編めたところ。いい感じじゃないですか？ワクワクしますね。早く着用したいですね。あとは伏せ止めと糸始末をしていくだけです。さて、伏せ止めしていきます。伸縮性のある伏せ止めの方法を使っていきます。ジェニーさんの驚くほど伸縮性のある伏せ止めという方法です。この伏せ止めの説明動画もあるので、概要欄に書いておきますね。まず、週の最初に隙間ができやすいので、このように目を移動します。伏せ止めは、伏せる目がねじり目か裏目かによってやり方が違います。2つのやり方を交互にやっていく感じです。最初だけやり方が少し違います。では始めます。最初の1目ですね。かけ目、ねじり目を編み、かけた目を編んだ目にかぶせます。フレームアウトごめんなさい。次裏目です。かけ目、裏目を編み、かけた目とすぐ右の目を編んだ目にかぶせます。次ねじり目、かけ目、ねじり目を編み、かけた目とすぐ右の目を編んだ目にかぶせます。次裏目ですね。かけ目、裏目を編み、かけた目とすぐ右の目を編んだ目にかぶせる。次ねじり目です。かけ目、ねじり目を編み、かけた目とすぐ右の目を編んだ目にかぶせます。次裏目です。かけ目、裏目を編み、かけた目とすぐ右の目を編んだ目にかぶせる。この感じで続けていきます。この針の最後まで伏せ目していきます。最後の1目になりました。かけ目、裏目、かけ目と右針の1目を編んだ目にかぶせる。こんな感じになっています。ちょっと分厚い感じになる伏せ止めですね。で、以降、引き続きすべての目を伏せ止めしていくので、編みやすいように針をこう移動して、引き続き伏せ止めしていきます。こんな感じで引き続き伏せ止めしてください。あと少しで1周終わります。ねじり目の回ですね。かけた目と右針の1目を編んだ目にかぶせる。最後の1目、かけ目、裏目を編み、かけた目と右針の1目を編んだ目にかぶせる。終わりました。これで編むところは全部終わりました。糸端を少し残してカットします。これぐらいあれば大丈夫だと思います。では、糸始末していきましょう。とじ針で糸始末していきましょう。週の最初と終わりがわからないように糸始末していきます。まず、週の最初の目と次の目の間に位置しているこの鎖の目のようなところに針を通します。ここに糸を通します。
そしてこの糸がもともと出てきてる目、そこに糸を戻してやります。ここですね。ここに糸を戻してやります。そうすると一目できたような感じになって、始めと終わりがわかんなくなります。で、あとはこの糸端を糸始末していってやります。表に響かないようにとじ針で目をすくって糸を入れてやります。もう少し細いとじ針を使ってもいいかもしれません。きつくなりすぎないように糸のきつさを調節してやります。きつすぎるとそこだけ伸びなくなってしまいますからね。で、糸端は方向を変えて入れてやります。こんな感じですね。ここでも糸の強さを引きの強さを調節してやります。で、最後もう一回方向を変えて入れてやるとしっかり糸始末できます。ここがね、太い針だとやりづらいんで、この時だけ先の尖ったとじ針に変えてやることもあります。とじ針は先の丸いものと尖ってるものを2種類用意しておくと便利ですね。表に響いてないことを確かめて糸を入れます。糸がきつくなりすぎないように調節してやって完成です。あと、つま先の方の糸端も表に響かないよう、きつすぎて履いた時にずれたりしないように糸始末してください。そしてもう片方同じように編んでくださいね。ショートロー、トーアップのレースのソックス、皆様に無理なく編んでいただけるといいなと思っています。最後までお付き合いくださってどうもありがとうございました。